はい、どうもゴンです。ということで、今回はこちらのゴルガリミッドを紹介したいと思います。こちらのリストは青紅杯において6勝2敗で8位だったものなのですが、少し前から流行り出している即死コンボ搭載型ということで、今回はこちらをピックアップしてみました。まず即死コンボの説明からするのですが、停止の才能はレベル3の能力がパーマネントにカウンターを置く場合、その2倍のカウンターを置くという能力になっています。一方でブラスカはマイナス9で毒カウンターを9個乗せることができ、さらに停止の才能の能力で中精度カウンターも倍になって出てくるので、停止をレベル3にしておけば即毒を18個乗せることができ、これが即死コンボとなっています。また、ルール上ブラスカを5マナでキャストした場合でも、修正カウンターは10個乗って出てくるので、5マナキャストであってもコンボを決めることができますね。コンボ自体は下準備がかなり大変で、基本的にアグロに対してはコンボを狙うのはほぼ無理ということで、今競技で流行り出しているのは、あくまでもコンボ要素もあるゴルガリという形になっています。ブラスカは基本的にアグロに対しては弱く、ブラスカは1、2枚に留める人が多い印象ですね。また現在の環境では2マナエンチャントは割られることもかなり多く、ゴルガリは言わずもがな、一時的封鎖や力戦の束縛、巣ごもりの季節など、メインから除去される可能性もあるのがこのエンチャントの弱みになっています。レベル3まで育ててから除去されたら目も当てられないので、基本的にはコンボはおまけと考えて、積極的にコンボを狙うのではなく、たまたまチャンスが来たらコンボを決めるというのが最適なプレイングかなと思います。またこのリストでは思考忍びの邪術師も採用されていて、コウモリやコケモリのトランプルでダメージを通してからの2200付き手札破壊は決まるとかなり強力な動きになっていますね。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで収録しているのですが、かなりいい試合が取れましたので、どんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら先手。はい。まあ割とバランスが良くて、でまあコンボパーツも2つあるということで、キープしていきましょう。まあコウモリで相手の手札を確認した後に停止の才能という動きも、割と強い動きになっていますね。最低白黒ファストランドからスタート。はい。これはコウモリかな。うん。まあ後手の荒馬は舗装で止まっていくということで、次のターンはだいたい舗装を出していきそうな、感じですね。さあ行って、ファストランドから、荒馬を出していく。うん。まあということでこのターンは一旦舗装を出していきましょう。でまあ次のターンはだいたい暇なターンになっていきそうなので、まあ停止の才能を出していきそうな感じではあるかなと。さあ行って、はい。荒馬2枚目。アクロゾズ引いてくる。まあこれは次のターンにアクロゾズを出していきたいので、このターンタップインを処理してから、まあ停止の才能ですね。でまあ停止の才能はレベル2まで上げていきましょう。一応レベル2にすることで、カウンターが乗ったパーマネントは5法1を持っていきますね。でまあゴルガリにおいて、この停止の才能が強いっていうのはやはりこのコウモリをね、でかくすることができるということで、まあ、コウモリは強いカードではあるんですが、まあ、やはりでかくする手段がないってなると、なかなかね、強く使うことができないので、まあ、マイ環境のエスパーでコウモリが強かった理由とかも、そういうところですね。さあ、相手はベーザで、4点ゲインをしながらワンドローしていく。まあ、ベーザもなかなか強いですね。さあ、これ、まあ、停止の才能をレベル3にしておくと、次のターンにコンボが決まるんですが、まあ、相手白黒ミッドのため、レベル3にしてから、まあ、巣ごもりの季節だったり、あとは、まあ、追放操作とかもね、最近は、メインから3枚ぐらい採用されていることが多いので、まあ、冷静にプレイするなら、普通にアグロゾズを出すのが正解な気はしますね。まあ、あとは、コウモリとかね、出されても結局コンボ決まらないんで、まあ、ここは冷静に、アクロゾズを出していきましょう。さあ、残り19点まで。今、白黒ミッドを回したことがある方ならわかると思うんですが、まあ、基本的にこのマッチアップにおいては、アクロゾズが生き残った方がかなり有利になっていくので、まあ、相手はまずこのアクロゾズを対処しないといけないという状況になっていますね。で、まあ、相手がアクロゾズに、まあ、追放除去とかを使ってきた場合は、こちらの停止、ブラスカコンボが決まっていくという流れになっていきますね。
うん。まあ相手もね、これ結構悩ましいんですよね。相手もおそらくね、それは分かっているので、まあ追放除去を、まあ手札にないのであれば探す必要があって、まあ荒馬がジャンプアタックをしてくる可能性は全然ありますね、これは。うん。さあ、ベーザで乗って、ジャンプアタックで、まあおそらく追放除去を探しに行った形ではないかなと。さあ、ということでブロックしていきましょう。5点ゲイン。さて、ここも土地を引いてくる。このターンは、停車の才能をレベル3に上げていきましょう。さらに地図トークンで、まあ、保証でかくしていきたいかなと。はい、土地。これは、まあ、コウモリかな。一応切り崩しをケアしていきたいので、コウモリをでかくして、まあ、飛行9点クロック入れていきましょう。さらにワンディスカードが発生。最低こうなると、まあ、飛行クロックをどっちか除去らないといけなくて、で、かつ、この停止の才能も追放できないと、まあ、ブラスカコンボが決まる可能性があるという状況ですね。まあ、こういう完全解決が難しい盤面にしていくことができるのが、まあ、この即死コンボ搭載型のゴルガリミットの強みですね。さあ、まあ飛行クリーチャーを除去れないと次のターンには進んでいきますし、飛行クリーチャーを除去れたとしても次のターンにコンボが決まっていく。まあ巣ごもりの季節を引けてればまだワンチャンはあるかな。一応パーマネント2つ追放できるんで、まあただ飛行クリーチャーにはこれ5法1がついてるんで、はい、これは勝ってるかな。うん。はい、これは勝ち確ですね。まあ相手も、これね、かなりいい動きなんですけど、ブラスカでもう一気に決めていくことができると。まあミッドレンジミラーにおいてはね、このコンボもね、かなり強力ですね。さあ、相手、まあ相手視点このブラスカはね、見えてないんですけど、一応説教者でトークンが出てくるので、まあミスラランドでは倒せないので、ブラスカでフィニッシュしていきましょう。さあ、なぜか中精度12で出てきて、一瞬で毒殺していくと。GG。さあ、相手、まあおそらく一般的な白黒ミッドということで、ヒダゼは入れていきましょう。ヒダゼ以外は正直、そんなに欲しいカードはないかな。相手タウニークリーチャーが多いんで、まあマイナス2マイナス2とかも効くっちゃ効くんですが、まあサイドから入れるほどではないですね。まあ、あとはリリアナが欲しいぐらいかな。まあハンデストカゲは、基本的には先手カードなので、抜いてリリアナを入れていきましょう。まあ基本的にはダメージを通してから使わないと、まあそんなに強いカードではないですね。あとは、まあ脅迫抜いていきますか。さあ、一歩目勝って2試合目。はい、悪くないですね。除去は、まあリリアナだけではありますが、まあコウモリから入ってリリアナは、割とね、強い動きではありますね。さあ、相手、砂漠からスタート。砂漠入ってるの珍しいですね。なんか悪事クリーチャーとか入ってそうな感じですかね、これは。さて。お、構えてくる。構えてきて止まってきている。まあ、ドレッドの直令とか持ってそうな感じですが。まあ、一旦コウモリ出していきますか。はい、特目の方。さあ、手札確認。どっちも嫌ですね。どっちも嫌だが、一旦ゾラリーネかな。まあ、相手小道2枚なんで、次のターンクリーチャー出てこない可能性は全然ありますね。アンタップイン土地を引かないと出すことができない。さあ、まずは2点。はい、小道ですね。まあ、小道の弱いところはやはりこれで、基本的には2色デッキでも4枚はね、あんまり積まない方がいいカードですね。
まあおそらく相手も、2枚ぐらいしか入れてはないと思うんですが。さて、ここは一旦保証かな。うん。まあこのターンおそらく相手は、まあ説教者を出してくるとは思うのですが、説教者に対しては喉首を使っていきたいかなと。さあ、ただ相手迷っているので、説教者以外の選択肢もありそうな感じですね。さあ、小道をすぐに切っていく。小道を切ってくるということは相手土地を引いている可能性高いですね。相手アクロゾズがハンドになるので、土地をね、引きたいはずなので。さあ、そしてこちらはファストランドを引いてくる。まあ、一旦説教者が来るのは確定で、まあ、ファストランドを、タップイン処理しておくかどうかですね。まあ、まずは、地図トークン使ってみましょう。相手スタックで止まってきてないので、切り崩しは持っていないですね。さあ、5点アタック。はい。さあ、残り14点まで。まあ、もう一回探検しておきたいかな。まあ、アクロソスの対処カードに引いていかないといけないんですが、ただ、停止の才能はトップでもいいかな。まあ、結局、アクロソス無視して殴れるなら、それはそれで OK なんで。お、相手土地引いてない。土地引いてないならさっきの小道切ってきたのは、まあ手なりプレイの可能性は高いですね。さあ、ということで、停止の才能を出していきましょう。レベル2に上げていく。まあこれで、クリーチャーが全部、5砲を持っていくと。これフルパンするかどうかは結構悩ましいですね。相打ち取らせるかどうか。まあただ相打ち取らせた場合、レディアナとか引かれると、結構めんどくさいことになりますね。まあ、コウモリだけでいいか。さあ、上から3点通って残り11点まで。さあ、そしてファストランド。うん。まあ、小道を切ったおかげで、アクロゾスの着地が遅れてるのがだいぶ助かってますね。さあ、これは通していきましょう。からのアラウマ。うん。まあ、こちらが欲しいカードは、あとは、ブラスカですね。このリストは、基本的に、まあ、アクロゾズを対処できるカードがブラスカしか入っていないということで、まあ、探検をして、ブラスカを、はい、探しに行ったんですが、当てましたね。さあ、フルパンしていきましょう。さすがにこれはチャンプするかな。まあ、9点アタックですからね。で、こうなると、相手、まあ、1試合目と同じですよね。飛行クロックを対処しないといけなくて、で、さらにコンボも止めなくてはいけなくて、だいぶ厳しい状況ですね。まあ、保証も1体、でかくしておきましょう。さあ、残り8点。アクロゾズは持ってはいるんですが、アクロゾズを出しても対処されるのが、相手からは見えている状況。まあ、この盤面を対処できるのは、巣ごもりの季節ぐらいですかね。まあ、今の白黒だと、メインに2枚ぐらい入ってる可能性が高いカードではありますが、これブロックしていいですね。うん。さあ、H 取って、アクロゾズを出してくるのか、もしくは、巣ごもりを引いているかどうか。お、引いてるが、エンチャント対処しない。なるほど。これ、ありがたいですね。エンチャントを対処しないと、相手は、これもうコンボを決めていけるので、ハンドがね、もう分かってますからね。さあ、ということで、これはもう、停止の才能をレベル上げていきましょう。うん。まあ、巣ごもりの季節はね、パーマネント追放をした後に、そのプレイヤーにね、ワンドローを与えてしまうんですけど、まあ、それでもこれは、追放させないと、もうコンボ負けが見えている状況ですね。うん。さあ、相手これもうトップからもう一回、巣ごもりを引いてくるしかない状況ですが、まあ、あと白黒だと、ロランとかも
入ってる可能性はありますね。まあおそらく洗うまでチャンプアタックして、ドローしてくるんじゃないかなと。さあ。お、チャンプアタックしない。なるほど。ということは持ってる可能性ありますね。いや、持ってない。持ってないんだったら、これはチャンプアタックして、ドローしていくしかないですね。はい。ということで、これはもう、コンボが決まっているので、一気に、毒殺していくと。オーケー。さあ、やっていきます。こちら先手。はい。悪くはない反応ですね。まあ、テイス被っているのはちょっとあれですが。さあ、情報で、土地はもらっていきましょう。さあ、相手、青白長宝ランド。長宝ランドスタートか。まあ、コントロールの可能性結構高いですね。コントロールか、まあ、あとはランプの可能性もありますが、平地。うん。まあ、一旦停止、キャストしてみましょう。止まってくる。これはコントロールっぽいですね。まあ、おそらくドロースペルを持ってる感じかなと。さあ、4-3にして、殴っていく。うん。まあ、なんだかんだこの、誤報付与もいやらしいですが、まあ、ただ、コントロールはね、一時的封鎖が入ってるんで、一時的封鎖はかなり、めんどくさいですね。ただ、まあ、停止の才能、2枚目出しても仕方ないんで、さあ、レベル3に上げて、まあもうコンボスが見える状況にしていきましょう。あ、そっちのデッキね。青白アーティファクトですね、これは。青白ファクトもね、今の環境かなり強いデッキで、まあおそらくティア 1.5 ぐらいの立ち位置のアーキタイプですね。さて、これもうね、ブラスカ引いたら勝てる状況なんで、あ、さあ引いてくる。青白アーティファクトの場合は、一時的封鎖をメインに取ってる人は少ないので、まあ、あと相手がカウンターを持ってるか次第ですね。カウンターを持たれてなかったら、次のターンにコンボが決まっていく。で、このマッチアップはね、基本的にゴルガリ側が多分不利なんで、まあ、コンボが決められるのはだいぶでかいですね。はい、これは勝ち確ですね。タップアウトしたので、まあ、カウンターを唱えることができないということで、もう次のターンにブラスカコンボを決めていきましょう。さあ、合成機を出してきて、まあ、相手全然これ悪くない動きではあるんですが、さあ、ブラスカを出してからの、一瞬で毒殺を決めていくと。GG。さあ、相手はアシュロファクトということで、火ダゼは入れていきましょう。まあ、入れたいカードは結構たくさんありますね。脅迫も欲しいですし、まあ、リディアナも欲しいっちゃ欲しいですね。何を抜くか。まあ、ノドクビーはいらないですね。あとは、まあ、クロゾズかな。うん。さあ、1歩目勝って2試合目。悪くはないハンドですね。まあ、グリッサーを3ターン目に出せるのも、だいぶいいかなと。相手は長宝ランドからスタート。トップに置いてくる。まあ、長宝から行きますか。保証悪くはないですが、まあでもさすがにトップかな。相手はマナファクトからスタート。だいぶいいスタートですね。これでもう次のターン相手4マナ使えるんで、さらに3ターン目身代わり合成機。まあ青白ファクト側の一番強い動きですね。しかもトップトップは結構やばいですね。さあ、グリッサー出していくんですが、相手もこれ、ファクトを唱えると、はい、どんどんとクリーチャーが出てきますね。ただ、コンボは揃ってる。これはコンボ狙いに行くか。うん。まあ、多分これね、普通に戦っても勝てないんで、コンボワンパンを決めていくしかないですね。さて、まあ相手網があるんで、
まあ、コケモリの方に乗せていきましょう。相手はこれグリッサに、まあ、網を使ってくると思うので、はい。さあ、グリッサをタップさせていく。まあ、一旦4-3は殴れますね。お、ブロックする。なるほど。さて、まあ、相打ちを取っていけるということで、ただ、合成機2枚目。めちゃくちゃ強い。これはね、コンボじゃないと、勝つのは無理ですね。ただ、火ダゼも引いてくる。これ、悩ましいな。悩ましいけど、さすがにもう次のターンコンボになった方が、勝ちにつながりそうな気はしますね。まあ、青白ファクト側はそのサイド後、カウンターがね、増えていくんですけど、いや、これ悩ましいな。一旦ちょっと、考えたい。まあ、網は使ってくる。これね、結構、悩むんですよね。いや、コンボ狙うか。まあ、多分ね、相手サイドから一時的封鎖とか、カウンターとか、入れてきてるとは思うんですが、まあ、普通にやっていくよりコンボ狙った方が、勝てる可能性は高いと思うんで、うん。まあ、コンボ狙いますかね、これは。まあ、対処される可能性はあるんですけど、逆に対処できなかったら、こっち勝てるんで。さあ、相手、残り1マナ。これは、はい。カウンター打てないので勝ち確ですね。まあ、普通にやってたら、まあ、間違いなく負ける試合なんですが、コンボルートだと、一瞬で、毒殺を決めていくことができると。相手これめちゃくちゃいい周りなんですが、即死コンボだと、こうやって勝つことも可能ですね。GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。